はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はこの年末年始の恋愛運について見てみたいと思います。これから出会いが欲しいよという方は年末年始に限らず来年の3月ぐらいまでの出会いがあるかどうかも見ますので、よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。年末年始のね、こういったお休みの期間っていうのは関係性がぐっと近づいたり、または普段みたいに会えなくて寂しいなみたいなのがあったりするので、今特別この方とっていうパートナーがいらっしゃる方はその方との関係をまず見てみます。そして新しい出会いが欲しいわって思っていらっしゃる方はちょっとこのラブメッセージですね、来年1月2月取れないので、来年の2月末ぐらいまでの間に出会いがあるかどうか見てみますね。お願いします。まずはパートナーがいらっしゃる方、関係性見てみます。パートナーがいるけど新しい出会いを求めてるっていう方もいらっしゃるかもしれないですしね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2人の関係性はっていうと、ワールドって運命の輪の逆ですね。ちょっとまたね、後で解説しますね。そうですね。まずこの今の関係性においてこの年末年始どうですかって言われると、ちょっとタイミングが合いづらいのかなって感じがします。お互いのいつもと違う時間の過ごし方があり、それがいまいちマッチしないので、自然に任せて合うねっていうわけじゃなくて、合わそうと調整しなければお互いにスケジュールが合いにくいなっていう感じです。またこれは日にちということだけじゃないかもしれませんね。時間的にっていうのもあるかもしれない。午前中は空いてるけど午後空いてないんだとか、そういった関係性が少しずれてるなって感じがあります。そしてお羊座の皆さんは何かね、ちょっと考えすぎてるかもしれないな、この関係においてっていうのは思いますね。っていうのは、ここまでやってきた関係性の中で確実に何かは育っているんだけれども、でももっといい関係にするためにはもっと自分自身が変わらなきゃいけないとか、何かをもっとはっきりさせたいとか、でもはっきりさせたいんだけどさせられないし、突っ込んで聞きたいけど聞けないしみたいな感じでもやもや自分の中でしていて、そしてこのままでいいのかなって言って頭の中がうるさいっていう感じがするんですよね。いろんなことを考えすぎてうるさい。そしてなんだかもうごちゃごちゃ考えるの嫌だから違うことしとこうみたいな感じで、この人から少し目を背けて違うことを頑張ろうとする。そしてこの相手の方はどうですかって言われると、相手の方もそのお羊座さんとの関係っていうものをいいものに保ちたいがゆえにすごく頑張っているっていう感じがするんです。ちょっと相手の方のキャパを超えるほどの何かをしようとしている。自然にあって自然に仲良くなってっていうのではなく、この関係を維持するための努力っていうものを相手の方がしているっていう感じがします。前回もね、お羊座さんが気持ちがちょっとネガティブになりがちで相手は心配してるよみたいなのがあったんですけど、相手の人はものすごく強い愛があります。ここでエンペラーっていうのが出てるんですね。このエンペラーのカードっていうのも本当に真実の愛とか強い愛とか、何があっても信じ抜くみたいな、そういうのがあり、自分の中でこのお羊座さんに対する思いっていうのはもう絶対に消えないんだから、この思いを温めていきたいとか、しっかりと誰かを愛することで大事に思うことで自分の中に強さがねずっと燃え続けるみたいな、そんな感じがあるので、たとえ関わっていようと関わっていまいと、まめに会おうと会うまいと関係なく、この思いっていうのは、相手の思いっていうのはすごく強いですね。だからそんな風に自分のことを思ってくれてる人がいるんだっていうことで、もう本当に感謝で過ごしたらいいんじゃないでしょうか。そんなにごちゃごちゃ考えなくても。とても相手は相手なりにいろいろ工夫してちょっと頑張ってたみたいなんですよね。ここでもワンドの10っていうのも出ているので。だけど結果的には頑張ろうと頑張るまいと、たくさん会えようともたくさんコミュニケーション取れようとも取れまいとも関係なく、自分の中では変わらない愛があるよっていうことを相手は提示してます。とてもで、それに対して
お羊座さんはちょっと甘えたくなるというか、なんかちょっとわがまま言いたくなるみたいな感じ、そんなに大事に思ってくれてたらもうちょっとこうしてくれたらいいじゃないとか、そういうことを言いたくなる感じがしますね。なので頭の中で恋愛をしようとしているっていう感じで、実際リアルな関係性どうですかって言った時に、会えてないとか、なかなかコミュニケーションがこう入れ違いになるっていうことに対してのストレスや不満っていうものをちょっと持っているのかなと思います。そしてまずはその相手の方ですけれども、非常にこう精神的にナイーブっていうほど揺れてるわけではないんですが、マンネリしてる感じがあるんですね。これはお羊座さんに対してじゃないですよ。自分の生活に対してマンネリしている。だからこそなんかもっとなんか真実のものを追求したいとか、もっと感情的に満たされたい、生活は安定しているけれども、もっとこう心がハートがあったかくなるような経験をしたいと思ってるんですね。その上でこのお羊座さんの存在っていうのがとてもこの相手の人にとっては大きいんだろうなと思います。強いんだろうなと思います。これは頻度に関係なく存在感として大きいんだろうなと思います。だからこの関係はどのような形であっても続けていきたいというか、守っていきたいっていう感じがありますね。そしてお羊座さんはこの相手の人というこの関係性というところだけに焦点を当てずに、こうご自身のこう生活が良くなっていくと。ここでペンタクスの9というカードが出ていて、これやっぱり何かステータスが上がるとか、何かチャンスがある、人生そのものにチャンスがあるんですね。だから関係性っていうもの、人間関係とか恋愛においてもチャンスがあるんです。でおそらくなんか誰かからのアプローチだったりとか、全然その恋愛対象じゃないとしても違う人からのアプローチだったり、違う人との関わりの中ですごく気づくことがあるみたいなんですね。これはタワーの逆なんですけど、なのでとてもこの年末年始っていうのはちょっといろいろこなさなきゃ、まず整理しなきゃいけないことがある。そして何かこうごちゃごちゃしてたものをはっきりさせたいという思いもある。でもなんか怖くて突っ込んで聞けないみたいな感じがあり、触れられないみたいな感じがあり、だからこそ別のことを忙しくしておくっていうのがありますね。そして違う人との付き合いや友達や家族やっていう付き合いの中でこう幸せやこれを大事にしていきたいっていうものは何か見つけられると。でもその中で何か大きな気づきを得るっていうふうに出てるんですよね。ちょっともう少し見てみますね。相手が何を恐れているのかを見てみます。情欲というカードが出てますね。相手はなんかもっとこう燃えたいんだみたいな感じ、感情的にも肉体的にももっと燃え上がりたい、いろんなことを楽しみたいっていう感じですね。でもなんか性的なことも含め楽しみたいっていう感じでも、それをあんまり表に出したら嫌がられるんじゃないかなっていう感じがあって、ちょっと抑えてる感じですかね。その性欲っていうものだけじゃなくて、なんかやっぱ存在的に大きい感じがするんですよね、お羊座さん自身が。だから信頼だったりとか愛情だったりとか、それが全部一緒くたになってる感じです。この強い思いとして、それが時には強い愛情表現として本当は出したいんだけど恐れているとか、それが性欲として出したいんだけど抑えてるとか、何か強い思いっていうものがありますね、相手には。でもそれをあんまり出したらいけないんだみたいな感じがあります。そしてお羊座さんは何を恐れているんでしょうか。お羊座さんはね、罠を恐れている。なんかそんなに強く思われてもそれなんか裏があるんじゃないかなとか、なんかこの思いが大きすぎて答えられないみたいなとか、そんな感じかもしれませんね。下手にそれに応えてしまったらもう逃れられないんじゃないかとか、なんかそういう感じかもしれません。そして少し失笑しているということで、なんか盛り上がってるけど本当の私のこと知らないでしょみたいな、そんな感じもあるかもしれませんね。勝手に盛り上がってるけど本当に自分のことを思ってくれてるわけじゃなく、なんか単に気分が盛り上がってるだけでしょみたいな、なんかこう冷めた感じで相手を見てるって感じもありますね。それはちょっと注意ですね。ちょっとどうしたらいいのかなということで、もう一枚引いてみましょう。信頼ですって信頼するしかないって感じですよね、これはね。
何をって言ったら、相手を信頼するっていうのもそうかもしれないけど、自分自身を信頼してください。何かご縁があって出会ったんだから、きっとこの人との関係の中で得るものがたくさんあるんだなとか、まだまだこれからも何かがね生まれるんじゃないかなっていう、その自分の感覚を信頼してほしいっていう感じがします。ちょっとタロットカードの見てみようかな。ここでソードのエースが出てきましたね。ソードのエースっていうのはちょっと切り込んでいくっていう感じですけどね。ということはやっぱり何か本音で語っていくとか、こう相手は何を言っても受け止めてくれるようなどしっとした感じがあるので、もしお羊座さんの中でちょっと引っかかることがあるとか、実は解消されていない思いがあるとかいう場合は、それを思い切って言ってもいいんじゃないでしょうか。もう壊してもいいぐらいの感覚で。そしたらなんていうのかな、そしたら優しさで受け止めてくれるって感じがありますよ。相手は全然動じない感じなんですよ、何を言っても。そして恋に落ちるっていうのがあるので、こんなに言っても分かってくれたとか、こんな素直な自分を見せても受け止めてくれたってことで、新しくフレッシュになんか相手のいいところを見て、お互いにまた気持ちが盛り上がるんじゃないかなって感じがしました。そんな感じですね。大丈夫でしょうか。ちょっとこれはこれで置いとこうかな置いとこうかなっていうのは、ちょっとこれはこれにしときます。そしてちょっとこれから出会いがあるかどうかっていうことですね。見てみます。新しい出会いがあるかどうか。ちょっとこれは違うカードにしようかな新しい出会いがあるかどうか。出会いに関しては年末年始だけではなく、2月末ぐらいまでの少し長い期間でのことで見てみますね。もし今その関わってらっしゃる方との関係でどうなるのかなって思いたい、それを見たい方はそう思って見ていただいて大丈夫です。今全然パートナーいませんよ、新しい出会いを求めてますよっていう人は、シンプルに素直にそれで見てください。はい、どうでしょうか。カップ9逆、ワンド4、ソードエース逆、お月さんの逆、ワンドキング逆、カップのプリンセスです。そしてペンタクス9また出ましたね。カップキング逆、カップ10逆、オラクルはソードのプリンセスですね。これはソードのページの逆ですけども、さっきのパートナーさんとの関係の中でも対策のところでペンタクスの9が出てたんですね。この同じカードなんですけど、でペンタクスの9っていうのは、何か自分の中でのステータスが上がるとか、何か状況が変わる、自分がいい状態になっていくんですが、もう一つ別の意味として、なんかお見合いをするとか、見初められるみたいな、なんかそういうチャンスの場に行くっていうのがあるんですね。なので結果から言っちゃうと、もし本当にパートナーを求めてらっしゃる方は、そういった何かアプリに登録するなりって出会いを紹介してもらうなりっていう、その場に自分の身を置くことによってチャンスはあるっていうふうに出ています。だけれども、なんか全体的に見てやっぱオラクルがね、ソードのページの逆っていうのは、とても新しい人を受け入れて、何かハッピーみたいな運命の出会いでっていうよりも、今この時、特に1月2月っていうのは、すごく人のことを疑ってみてませんかみたいな感じのメッセージなんですね。だから出会ったとしてもこの人はきっと違うなとか、この人のこういうとこ嫌だなみたいに、素直にその人のいいところを感じるというよりは、なんか自分がもう傷つきたくないし失敗したくないしっていう防衛の方が強く出ちゃってますよっていうメッセージがまず来ています。そしてもちろん出会いたいけど、なんか嫌な思いはしたくないんだとか、本当に分かってくれる人はいるのかなみたいな、やっぱりここでも疑いの気持ちや心配の気持ちっていうのがあるんですよね。でそれはご自身の気持ちの持っていき方、自分で自分のマインドをどう持っていくかによって変えることができます。ただ入り口がカップの9の逆なので、なんだか出会いに対してすごい棚ぼた的な、なんか急に出会って急に好きになってもらえてすごいときめいてみたいな、そういう夢物語的なものを期待してると、ちょっと違うなっていう感じはあります。
たとえそういう人がもし出てきたとしても、なんか今のお羊座さんだったらちょっと疑ってかかりそうな感じがするんですね。そんなこと言って本当かなみたいなね。なので本当に求めているなら自分を出会いの場に持って行ってください。そしたらちゃんとそれはあるというふうに言われています。実際にここでもカップのキングが出てきたり、カップの10でこれカップのページなんですけどね、出てきているので、年下でも年上でも何かしらこう感情的に惹かれ合うとか感情的に満たされる人は出てくるよとは言われてるんですね。だけどなんとなく本当に本当になんか孤独とか寂しいとか出会い求めてます本気でっていう方だったらもう絶対出会える感じがするんですよ、その気になればね。だけどその恋愛対象とかだけじゃなくとも普通の仕事の関係性やお友達との関係性がいいだけに、なんかそこの人間関係もいいだけに別に特別なパートナーじゃなくてもいいかなみたいな、なんかそんな感じがあります。一人でも楽しめちゃうみたいな感じです、これはね。なんか下手に新しい人と関わってその人のために何かをしてあげるっていうよりもその労力があるなら自分でなんか自分の仕事をもうちょっと頑張ろうかなとかっていうふうにこう気持ちがそれやすいですね。でそういった自分の気持ちとか準備ができてない状態をもひっくるめてなんか大好きになれるような人が出てこないかなみたいな期待をしてるとしたら自分が受け入れる準備ができていないのであればそれは難しいですと。でも自分がそれを受け入れる向き合う本当に覚悟ができるのであればそれは出会うことができますよっていうふうに言われてる気がしました。実際他者との新しい人との出会いっていうのはあると思いますよ。でも最初に出会ってもなんかちょっと仲いい友達とかそういう感じで思いそうだし、かといってもう少しもう相手がこうなんか言ってきてくれてもなんだこの人結婚してるのかとかなんかそういう感じでちょっと自分は引きそうな感じがあるんですよね。だからどういった本当にパートナーを求めているのかっていうのをご自身の中で整理しておくのがいいかもしれないですね。今誰が来てもイチャモンつけそうな感じがしてるので、本当に求めているのはどういう人なのか、そしてもし本気で出会う覚悟があるなら宇宙は必ずそういう人を用意してくれる。一瞬違うように見えたとしてもちゃんと深く関わっていけばいくほどちゃんと自分にぴったりの人を用意してくれるっていう感じがしました。ということで最後にちょっともう一枚ラブメッセージ引かせてください。どうかな。お羊座さんこれかな。はい。もっと楽しんでって言われてますよ。もうその真剣にどうこうじゃなくてもっと遊び心でちょっと軽い感じでふざけてもうちょっと遊んでもいいんじゃないみたいな、そんな感じのカードが出てます。自分のね楽しいこのエネルギーっていうのをもっと他者に振りまいてもいいじゃないみたいな感じですね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またラブメッセージだけの単独の動画は少し3月以降になるかと思うんですが年間のねリーディングの中でまた恋愛の話もしていきますので楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もし何かしらよかったらぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。失礼します。